あんまりイメージ湧かなくないですか？全くわかんない。私の中にいる様子。その時もなんか最終閉会式みたいなのがスキー場の上でなんですけど、これ確認する間もなく閉会式に参加しなくて大丈夫でみたいな感じで、雪が寒くなるとどうなっちゃうんだろうみたいな不安があって、なかなかね、皆さんが想像してる以上に過酷な場所での演奏って結構ありますよね。まずあそこにたどり着けたら、そこからまた演奏するっていうことがそうですね。10年前ぐらいですかね。私が友達としてしかシェアしてない。一回私たまたま上野動物園で遭遇したんですよ。高木さんも姪っ子さんたちと動物園行くっていう話してて、私も明日家族で動物園行くんですって言って、で今どこですかって連絡したら、猿のとこに行く。猿のとこ行ったら高木さんいました。あ、ゴリラ好きですよね。割となんかお家からも行きやすい場所にあるからやってるけど、私は上野動物園のメンバーも初めてですよね。安いんですよね。3回か4回と取れちゃう。最近忙しいからやっぱり動物園にバス買わなくなったりね。でも普段メイク中ってどうな話？メイク中は旅の話、どこに行ったとか、そういう話が一番多いです。もうあと恋愛話ね、してます。はい。メイク道具の中これ良かったです。かおりさんからもちょっと教えてもらって。最近そのエミさんのおすすめのカーラー、はい。ストレートアイロン。そう、ストレートアイロン。普段ね、東京とかお願いできるじゃないですか。地方だと割と自分たちでやらないといけないことがあり、かおりさんがメイクをしてくれて、私が髪を埋めるんですけど、よくね、エミさんにやってもらってる時とか写真撮っといてね。それは全然再現できないんだけど、できないなりに頑張って。なんか今回は石橋美術館で、石橋美術館で、石橋美容室でっていう依頼が来ると、あ、今回はエリさん一緒じゃないんだなってちょっと不安。舞子さんの運から腕を上げて、上げないことがなくなったら困る。二人でドキドキして、ヘアメイクの時間って私から見てると現場に入るじゃないですか。控室に入って、その時によるけどリハーサルをする、ヘアメイクをする、本番でなんかちょっとこう一瞬リラックスというか、ずっと張り詰めてるのじゃなく、いい時間だなと思って、何気ない話もできるし、時には食事をしながらメイクとか、これを見てる皆さんどう思ってるかわからないけど、コンサートって大体4時間前ぐらいに入るんですね。で、まずリハーサルして、ヘアメイクして、30分ちょっとの時間があって、お着替えをして、また最後にメイク直して、ヘアメイク中のメイクもそうなんですけど、舞台袖でちょんちょんってメイクを直すところとか、そこの緊張感、私は見ててすごい好きで、エリさんとだと割と袖でも覗きつつ、ちょっとお話ししたりとか、この時間もね、楽しいです。袖から見るってなかなかないじゃないですか。すごく贅沢です。リハーサルも贅沢です。確かに私、勝手にリハーサルついてきて、座って、観客、もう贅沢だなと思いながら。割と私は照明まで、人によるのかもしれないですけど、本番照明にしていただいて、メイクがどういう風に入るかなとかっていうのをメイクさんにし、次で本番そうですね、ほぼないので、たまにやりますよね。やっぱり袖でですね、メイクも直するなら直したり、なかなかね、もう直すタイミングとかもあんまり邪魔にならないように考えて、そんなに直さないですね。そうですね。コンサートだったら1部が終わって、2部に必ず衣装を変えるから、その間に15分、20分の間にメイクもね、全部変えてくれるし、メイクもちょっと
なんか何でも合いますよね。うんね、ポップにしても似合うし、大人っぽい感じも似合うし、エレガントでも結構何でも似合うというか、13年で髪の色変えたりとか、結構遊んでくるじ結構ゃないですか。ね髪の色がよくです変わるよね。私もあれって思うはいもうあれなんかしたみたいなインスタで表参道のいい感じの美容師さんを見つけたから行ってきたとか、そうですそうです。結構攻めますよね。その時によって縛りもないしそうです自由でいいなっていつも思うし衣装とかもねそうですね。結構衣装に合わせてね髪型って衣装はもう楽しいです。うん今日何かなって。でなんか初めて出会った時もクラシックの方って結構エレガントなドレッシングをされる方がロングでそうですそうです。髪の毛もこうちょっとボリューム出してエレガントにっていう自分の中のイメージがあったんですけど、これなんか始めましたよ。アメリカでもドレスだったんですけど、今までのクラシックのアーティストさんのイメージと違うなと思って、衣装は割と現場の女性スタッフさんとかもちろん男性のお客様とか皆さん喜んでくれるようなその衣装を考えて前回これかおりさんは結構自前の衣装多いから、お買い物に行った時にアップレーションに使えるねとかファッション好きだからその分いろいろ衣装でも遊べるし。Go home.